いつもありがとうございます。華道家のフライケです。今回はですね、霧の実を使ってですね、晩秋から初冬にかけての季節感のお花を生けていきたいと思います。で、今回は古典の生け花とかっていうわけではないので、専門用語は一切なしなので、気楽に最後までですね、ぜひご覧になっていただければと思います。それでは生けていきます。それでですね、こちら今切ったじゃないですか。この切った時の食感感触が他の木、比較的他の木に比べて柔らかい。これは非常にこの霧の実切っていて驚きました。で、他にはですね、この霧の実の魅力としてはですね、この実の産毛みたいなのに包まれていて、非常に触った時がふわふわしてて心地がいい。ぬいぐるみとかの生地ともちょっと違うような感じ。硬いものになんか毛がびっしり産毛が生えてるみたいな感じですね。これ非常に触り心地いいです。続いてこちらですね、木いちごの紅葉ですね。非常にこのグラデーションが素晴らしい、いい色ですよね。これも入れていきたいと思います。ちょっと紅葉が陰ってしまうので明かりの位置を変えました。そしてですね、続きましてホトトギスですね。で、一般の方というか普通の感覚でいくと、こういう先が枯れてたりするのはちょっと枯れてるって思うとは思うんですけれど、こうちょっと黄色くなったり先が枯れてるのは秋から冬ですね、晩秋と初冬に向けてだんだんとこう先が枯れていくというのも季節感、日本のお花の捉え方っていうんですかね、そういったものでこういうのをあえてつけておくということになります。悪くなってる花をわざわざ入れてるというよりも、その雰囲気を楽しんでいただくという感じが一番合っているかな、言い方としては。これなかなか難しいんですよね。枯れてるじゃないってなっちゃうんですよね、普通に考えると。で、ここでじゃあこれで、出来上がりですでも全然いいんですけれど、もうちょっと冬に入っていくぞという感じを足したいということで、こちらもですね、先ほどの話にちょっと通じてしまうんですけれど、ちょっと葉が枯れて黄色くなってる小瓣草ですね。これを少し背景にちらっと入れることで、ちょっと季節進みすぎかなという感もあるんですけれど、この秋から冬にかけてなんだなっていうのをより強めていきたいなと思います。これなくてもいいじゃんっていう人は今の感覚の人だと多いかもしれない。こういう世界もあるんだよっていうのをちょっとだけ。はい、ということでですね、季節感を感じるお花にですね仕上がったんではないかなと思うんですが、まだですねお花があるのでもう一つ、いけたいなと思います。はい、次の植物はですね、映っていたとは思うんですが、こちら日陰のカズラという、植物で、日本の神事ですね、神のことと書いて神事ですね、神社とかで行われるやつですね。そしてあとは日本の神様がですねたくさん出てくる物語の古事記にも登場する、神聖な植物と言っていいんじゃないかなと思います。そしてこちらの紫センブリですね、こちらを合わせていきたいと思います。非常に、繊細で可愛らしい花といった感じですね。今ある花でですね、これが入った花もですね、これ常緑性のシダなので基本的に季節関係なく緑色で、この紫センブリだいたい9月から咲き始めて、一応12月ぐらいまであるんだけれども、旬としては秋ということで、ちょっとこれだけだと冬に向かう季節感がないという状態になってしまうので、
こでですね、こちらちょっと先がすがれた白式部の実なんですけど、またここで終わりでいいじゃんっていう話にはなると思うんですけど、やはり季節感を、つけるといった意味では、こちらも9月に実のなるですね時期のものなんですね、白式部っていうので、それが季節が過ぎて少し枯れてきたと、9月から時間が進んで、寒くなってきて水も少なくなり、だんだんと実も落ちてきてというような、感覚のものを入れて、時間の表現、季節の表現を、日本的な季節の表現を、足していきたいと思います。はい、このように仕上がりました。でですね、あれと思った方もいると思うんですけど、ここにあった日陰のカツラですね、もう1本入っていたんですけれど、ない方がですね、この3本で、終えた方が潔くて美しいのではないかという、判断に私の方で至りましたので、1本、取り除かせていただきました。はい、ここまで動画ご視聴いただきましてありがとうございます。そしてですね、この誰でも楽しめるお花の動画の再生リストがありますので、説明欄に書いておきますし、多分この辺に文字が出たと思うんですけど、そこから再生することができると思いますので、ぜひぜひたくさんご覧になっていただけますと嬉しいです。そしてですね、この動画気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価のほど何卒よろしくお願い申し上げます。いつも励みになっております。それではまた。